Windows 11のインストール、難しそうに感じていませんか？大丈夫です。この動画を見れば、ありふれた普通のインストール法が簡単に見えてきます。真似をしてデータが消失したり、パソコンが故障しても責任は負えませんけどね。では、早速作業を始めましょう。まずは、インストールメディアの作成ですね。あらかじめ ISO ファイルを落としておいたので、こちらを USB メモリに書き込みたいと思います。普段なら Rufus を使用するところですが、タイトルに Rufus 不使用と書いたので使えません。なので自力で書き込もうと思います。まずは USB メモリの確認ですね。スタートメニューを右クリックして、ディスクの管理を起動しましょう。USB メモリが見つかるまでスクロールします。一番下にありました、これですね。今回は 32GB のものを指してあります。ディスク番号は8番になっています。これが重要ですね。ディスクの管理を閉じまして、スタートボタンを右クリックして、ターミナルを管理者モードで開きます。コマンドプロンプトでも構いませんよ。ターミナルが開いたらディスクパートを実行しましょう。念のためディスクの一覧を表示しましょう。間違えて他のディスクを選ぶとデータが消し飛ぶので、確認は重要ですね。ちゃんと8番のディスクになっていますね。確認も済んだので、8番のディスクを選択しましょう。ディスクを選択したら、クリーンで消去しましょう。消去ができたら、コンバート、GPT を実行しましょう。これで USB メモリが GPT 形式になりました。続いて、起動用のパーキションを作りましょう。種類は、プライマリ、パーキションですね。サイズは 1GB もあれば十分でしょう。パーキションができたので、フォーマットしましょう。ファイルシステムは FAT32 を指定します。ラベルは何でも構いませんが、ブートとしておきます。時間がかかるのでクイックフォーマットにします。サイズが小さいので、すぐに完了しましたね。フォーマットできたら、ドライブ文字を割り当てましょう。今回は、X、ドライブを指定しました。続いて、データ用のパーキションを作成しましょう。種類は、プライマリパーキションですね。サイズを指定しないので、残り全部が確保されます。パーキションができたので、フォーマットしましょう。ファイルシステムは NTFS を指定します。ラベルはインストールとしておきます。時間がかかるのでクイックフォーマットにします。サイズが大きいので結構かかります。フォーマットできたらドライブ文字を割り当てましょう。今回は Y、ドライブを指定しました。パーキションの準備ができたので確認してみましょう。パーキションのリストを表示します。ちゃんとできていますね。一応、ディスクの管理も見ておきましょう。起動用の X、ドライブとデータ用の Y、ドライブ。ちゃんと2つともできていますね。USB メモリの準備はこれで完了ですね。続いて、Windows 11のディスクをマウントしましょう。ISO ファイルを開くと確認ダイアログが表示されるので、開くボタンを押すとマウントされます。H、ドライブとしてマウントされましたね。H じゃん。マウントも取れたので、中身をコピーしましょう。コピー先は起動用のパーキションですね。今回は X、ドライブになっています。起動に必要なファイルを選んでコピーします。必要なのはこれらのファイルですね。コマンドラインでもいいんですけど、動画の大半が黒の画面になるので、エクスプローラでコピペしました。残りはフォルダの中なので、フォルダを作成しましょう。フォルダ名はソース S ですね。フォルダができたらファイルを探してコピーします。このファイルですね。ファイル名は boot.win ですね。
ファイルサイズが大きいのでしばらくかかります。これで起動用のファイルのコピーは完了ですね。最後は、インストールディスクを丸ごとコピーしましょう。コピー先は、データ用のパーキションですね。今回は、ドライブになっています。20分くらいかかるので早送りしますね。128倍速。ファイルのコピーが完了しました。これでインストールメディアの完成ですね。起動してインストール可能になったはずです。ISO イメージと同じファイルが入っていますからね。しかし、25H2 の無改造のままなので、ホーム版ではオフラインアカウントを使用できません。なのでファイルを一つ追加しましょう。昔あったバイパス NRO コマンドファイルと同じものです。中身はこんな感じですね。レジストリキーをいくつか追加して再起動するだけですね。削除されましたが多分まだ使えるはずです。というわけで USB メモリにコピーしておきましょう。これでインストールの準備は完了ですね。USB メモリを取り出しまして、今回のスペックはこんな感じですね。じっくり見たい場合は多分下に書いてあります。では実際に試してみましょう。こちらが出来上がった USB メモリですね。USB ポートに差し込みます。電源ボタンをポチッとな。とてもゲーミングですね。起動直後に何らかのキーを押すと、ブートメニューが出たり出なかったりします。ない場合は、BIOS でブートオーダーを設定しましょう。ブートデバイスに USB メモリを選択しましょう。くるくるが始まりましたね。インストーラが起動したみたいです。見づらいのでキャプチャ画面に切り替えますね。見慣れていると思うので、ささっと進めますね。今回入れるのは、ホーム版ですね。インストール先を SSD に選択して、ファイルのコピーが終わると自動で何回か再起動します。最終段階が始まりましたね。はい、こちらが問題の画面ですね。ネットワークにつながないと先には進めません。そしてつないだとしても MS アカウントを強要されます。とても意地悪な仕様ですね。仕方ないので秘密兵器を投入しましょうか。シフトプラス F10 を押してコマンドプロンプトを開きましょう。USB メモリのデータ領域を開きます。多分 E ドライブあたりにあります。用意しておいたファイルがありましたね。バイパス NRO コマンドです。これを実行しましょう。というわけで再起動されて再び戻ってきました。さっきのところまで進めますね。さっきはなかったボタンが追加されていますね。ホストローカルアカウントを作成可能です。アカウント名を入れまして、パスワードも入れましょう。プライバシーの設定はお好みでどうぞ。同意ボタンを押すと先に進めます。誤水ですね。ついにインストールが成功しましたね。勝ちましたね。キュフフ。とりあえずシステム情報を見てみましょう。左上にローカルアカウントと書いてありますね。つまりローカルアカウントでインストールできました。CPU は 7700K、メモリは 16GB ですね。ちゃんと Windows 11 25H2 です。とてもナウイですね。一応ライセンスも調べておきましょう。ちゃんとデジタルライセンスされていますね。Windows アップデートも機能していますね。大型アップデートには裏技が必要みたいですけど。インストールできたので、ベンチでも回してみましょうか。ちはやが転がる、ちはやローリングですね。
結果は出ましたね。ランクは SSS。202万8457メートルで札幌でした。ちなみに、ムプ主は塩ラーメン派です。そもそも、ちはやって誰と思うかもしれませんが、こちらのゲームが元ネタですね。いつものユメリアベンチなんですけど、これを映すと未成年におすすめされない説がありまして、より体型に水着が良くないっぽいですね。仕方ないのでそろそろまとめにしましょうか。非対応 CPU へのクリーンインストールですが、25H2 になっても相変わらず可能みたいですね。あくまで非公式なので、いつ挟まれてもおかしくないですが、現状は TPM1.2 があれば無改造で入れられます。しかし、24H2 の時より色々対策されたみたいで、オフラインアカウントが使えなくなっていますね。ドメイン加入をキャンセルする方法はありますが、ドメイン非対応のホーム版では利用できません。そこで今回使った方法ですね。前半はただのネタなので関係ないんですけど、25H2 で削除されたバイパス NRO コマンドファイルですね。これさえ用意してやれば、ホーム版でも、従来通りオフラインで入れられるみたいです。まあ、これもいつ対策されるかわかりませんけどね。言い忘れてましたが、LAN ケーブルは抜いておいてください。繋がっていると、普通に MS アカウントを要求されるので、オフラインインストールできなくなります。というわけでご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。